解説。ブラウン管にかじりついた。80年代に日本中が熱狂した海外テレビドラマ、ベスト10。マリサ、60年代、70年代の海外ドラマも最高だったけど、いよいよあのキラキラした時代の登場かしら？お、待ってましただぜ。今回は、日本中が夢中になった80年代の海外テレビドラマを、ランキング形式で紹介していくぜ。80年代、すごく華やかでパワフルなイメージだわ。好景気に沸いて、いろんなカルチャーが花開いた時代だったものね。その通り、ドラマも派手なアクション、未来的な SF、心温まるコメディと、かつてないほど刺激的な作品が次々生まれたんだ。そして何より、この時代はビデオデッキが一般家庭に普及し始めたことで、テレビ番組の視聴スタイルが大きく変わったんだぜ。ブラウン管の前で夢中になったあの夜を思い出しながら、楽しんでいってくれよな。第10位、アルフ。さて、記念すべき第10位は何かしら？ 80 年代ってどんなドラマがあったかワクワクするわ。第10位は、ある日突然、平凡な一家にやってきたケムクジャラの居候、シチュエーションコメディの傑作、アルフだぜ。アルフ、もちろん知ってるわ。宇宙船が棚明けのガレージに落ちてきて、そのまま住み着いちゃうお話よね。あのもじゃもじゃした見た目が忘れられないわ。その通りだぜ。でもレイム、あいつの名前がなんでアルフか知ってるか？実は本名じゃないんだぜ。あいつの本当の名前はゴードン・シャムウェイ。彼のふるさとメルマック星は、核戦争によって爆発して消滅したため、宇宙船で一人脱出したんだが、飛行中にロサンゼルス近郊に住む棚明けのガレージに墜落したんだ。そんな彼を棚明けの主であるウィリーが、彼をエイリアンライフフォーム、つまり地球外生命体と呼んだ。その頭文字を取って、アルフってニックネームがついたんだ。ふるさとが消滅したの。普段は陽気なのに、そんな悲しい背景があったなんて。ああ、だからこそ、地球で棚明けと過ごす時間が、彼にとってどれだけ大切だったかを感じさせる、深い設定だったんだぜ。そうだったのね。ただの相性だと思ってたわ。それにしても、日本では本当に大人気だったわよね。特に声のイメージが強くて。よくぞ気づいたな。日本でアルフが社会現象的な人気になった最大の理由は、所ジョージさんの吹き替えにあると言っても過言じゃないぜ。あの独特の軽妙でユーモアたっぷりの喋り方が、アルフのシニカルだけど憎めないキャラクターに見事にハマって、魅力を何倍にもしていたんだ。本当にそうよね。そしてアルフといえば、いつも棚明けの飼い猫、ラッキーを食べようとしてたのが印象的だわ。猫はごちそうだ、って言って、見てるこっちはいつもハラハラしてたもの。あれはメルマック製の食文化だからな。お決まりのギャグだったけど、最高に面白かったぜ。でもな、アルフはただのトラブルメーカーじゃないんだ。普段はやりたい放題で家族を困らせるけど、感受性が強くて優しい一面もあってな。ウィリーも世話が焼けるが一緒にいると毎日が楽しいって思うくらい、ドタバタの中に本物の家族の絆が描かれていたんだ。だからこそ、アルフはただ笑えるだけじゃない。心温まる不朽の名作として、今でもみんなに愛されているんだぜ。第9位、V、ビジター。次は第9位ね。アルフとは全然違うタイプの宇宙人が出てきそうだけど、どんなドラマなの？おう、次は友好的な顔の裏に恐ろしい目的を隠した侵略者、V だ。こいつは当時の子供たちに本物の恐怖を叩き込んだ、伝説の SF ドラマなんだぜ。V、聞いただけでちょっと怖いイメージがあるわ。確か、いきなり世界中に巨大な UFO が現れるのよね。その通りだぜ。ある日突然、世界中の大都市の上空に、巨大な円盤型の宇宙船が同時に出現するんだ。あのオープニングの絶望的なスケール感は、まさに圧巻の一言だったな。友好的な宇宙人、ビジターを名乗る彼らを、人類は最初は歓迎するんだが、でも、本当はすごく怖い宇宙人なんでしょ？私、子供の頃に見てトラウマになったシーンがあるのよ。だろ？おそらく、ビジターの美しい女性司令官ダイアナが、ネズミを、丸飲みにするシーンのことじゃないか？
あの場面は衝撃的すぎたよな。友好の仮面の下に隠された彼らの本当の姿。つまり地球を食料と資源のために侵略しに来たっていう本性を、たったワンシーンで完璧に見せつけたんだ。あれは80年代ドラマ史上に残る、伝説のトラウマシーンだぜ。やっぱり思い出しただけでゾッとするわ。彼らの本当の姿って、確か爬虫類みたいな。ああ、ビジターの正体は、人の皮をかぶって人間に擬態した、人型の爬虫類なんだ。だから、レジスタンスがビジターの指揮官の顔の皮をベリベリって剥いで、緑色の素顔を世界中にさらすシーンがあるんだが、あれも強烈だったな。そして、その本性を表すシーンでの特殊メイクは、当時のテレビドラマとしては画期的なクオリティだったんだぜ。ちなみに、タイトルの V は、来訪者を意味するビジターの頭文字だけど、それだけじゃない。侵略者に立ち向かうレジスタンスたちが、勝利を誓って壁にスプレーで描く、ビクトリーの V でもあるんだぜ。ただ怖いだけじゃない、熱い物語なんだ。第8位、こちらブルームーン探偵社。第8位はどんなドラマかしら？さっきまでの SF とはまた雰囲気が違いそうね。次は、とにかくおしゃれでウィットに富んだ会話劇が最高だった探偵コメディ。こちらブルームーン探偵社だぜ。あ、知ってるわ。元トップモデルで美人社長のマディと、ブルース・ウィリスが演じるお調子者探偵のデイビッドよね。性格が正反対の二人が、いつも口喧嘩しながら事件を解決していくのが痛快だったわ。その通りだぜ。全財産を失ったせいで、仕方なく探偵社の社長になったマディ・ヘイズと、口から先に生まれたようなデイビッド・アディスン。このドラマが他と全く違ったのは、二人のマシンガントークだな。普通の会話みたいに感があるんじゃなくて、セリフがお互いに食い込むように猛烈なスピードで展開されるんだ。あの斬新な会話劇にみんな夢中になったんだぜ。わかるわ。今見てもすごくスタイリッシュよね。このデイビッド役でブルース・ウィリスは一気にスターになったのよね。ああ、映画、ダイハードでブレイクする前の、彼の出世作だな。そしてこのドラマの本当に画期的だったのが、登場人物が突然視聴者に語りかけることだ。しまいには、次の番組が始まるからあと10分で解決しなきゃいけない。なんてセリフまで飛び出すんだからな。自分たちがドラマの登場人物だって自覚してるんだぜ。そんなこと言っちゃうの。すごいわね。当時としてはすごく斬新だったんじゃない？ああ、それにグラミー賞も取ったアルジャローのテーマ曲も最高におしゃれだった。こういう遊び心満載の演出とスタイリッシュな魅力が、多くの人を虜にしたんだぜ。第7位、特捜刑事マイアミバイス。おしゃれな探偵の次は、どんなドラマかしら？刑事物って、もっと武骨なイメージがあるけど、その常識を根底から覆したのがこの作品だぜ。第7位は、80年代の映像と音楽を革命した、伝説の刑事ドラマ、特捜刑事マイアミバイスだ。特捜刑事マイアミバイス、ドン・ジョンソンが演じるソニー・クロケットと、相棒のリカルド・タブスが主人公よね。何がそんなに革命的だったの？まず衝撃的だったのがファッションだぜ。それまでの刑事といえば、くたびれたスーツが当たり前だっただろ？でもクロケットは、太陽が降り注ぐマイアミの街に入るような、パステルカラーのアルマーニのスーツを T シャツの上に羽織り、素足にローファーを合わせる。このスタイルが社会現象になり、80年代ファッションに絶大な影響を与えたんだぜ。わかるわ。あの着こなしは本当にかっこよかったもの。音楽もすごく印象的だったって聞いたことがあるわ。ああ、MTV コップスと呼ばれるほど音楽の使い方が画期的でな。フィル・コリンズみたいな大物のヒット曲を BGM に、まるでミュージックビデオのように物語を進める演出を多用したんだ。そして、挿入歌に使われた曲が、ドラマの人気とともに爆発的に売れるという現象も起きたんだぜ。ヤンハマーのテーマ曲なんて、インスト曲なのに全米チャート1位というとんでもない記録を打ち立てたんだぜ。刑事ドラマのテーマ曲が全米1位。信じられないわ。映像もまるで映画みたいに綺麗だったものね。その秘密は、制作総指揮があの映画監督マイケルマンだったことだ。彼のリアリティへのこだわりと、
テレビの枠を超えたフィルムのような映像美、独特の色彩感覚がこのドラマを唯一無二にした。だからこそ、特捜刑事マイアミバイスはただの刑事ドラマを超えた伝説になったんだぜ。第6位、冒険野郎マクガイバー。第6位の発表ね。これまでのドラマも個性的だったけど、次はどんなヒーローが登場するのかしら？おう、こいつは80年代のヒーロー像をガラリと変えた男だぜ。第6位は、知恵と勇気で悪を打つ、冒険野郎マクガイバーだ。マクガイバー、聞いたことあるわ。でも、他のアクションドラマと何が違ったの？やっぱり銃でバンバン戦う感じ？それが全く違うんだぜ。マクガイバーは平和主義者で、従来のヒーローとは違って銃を一切使わないんだ。彼は暴力じゃなく、その場にある日用品と、物理学や科学みたいな豊富な科学知識を武器にして、絶対絶命のピンチを切り抜けるんだぜ。銃を使わずに、日用品でどうやって戦うのよ？それこそが彼の代名詞、マクガイバリズムさ。例えばだ、時限爆弾をペーパークリップ一本でショートさせて止めたり、猛毒の硫酸が漏れ出したら、なんと板チョコレートで壁の穴を塞いで流出を防いだりするんだ。まるで魔法みたいだろ？このマクガイバリズムという言葉は、後に困難な状況を起点と身近なもので解決する意味で、英語圏では日常的に使われるようになったんだぜ。チョコレートで、信じられないわ。本当にそんなことができるの？彼のトレードマークといえば、いつも持ってる小さなナイフよね？ああ、スイスアーミーナイフだな。あれはマクガイバーの最高の相棒で、このドラマの影響で日本でも大ヒット商品になったんだぜ。そして、彼のアイデアはただのデタラメじゃない。祖父から教わったサバイバルの知恵と、大学で学んだ科学知識に基づいているんだ。実際、番組には科学コンサルタントがついていて、作中のアイデアの多くは科学的原理に基づいていたんだぜ。だから、ただのアクションドラマとして面白いだけじゃなく、子供たちの科学ってすげー、っていう知的好奇心をめちゃくちゃ刺激したんだ。だからこそ、多くの人に愛されたんだぜ。第5位、超音速攻撃ヘリ、エアーウルフ。いよいよトップ5に突入ね。次はどんなメカが登場するのかしら？おう、メカ好きにはたまらない作品の登場だぜ。第5位は、主役は人間じゃない。漆黒の戦闘ヘリが空を舞う。超音速攻撃ヘリエアーウルフだ。特に、当時の最新技術で描かれた迫力ある空中戦は、多くの視聴者を熱狂させたんだぜ。エアーウルフ、あの黒いヘリコプター、すごくかっこよかったわよね。あの未来的なデザイン、子供の頃、みんな夢中だったわ。そうなんだよな。このドラマの真の主役は、間違いなく戦闘ヘリエアーウルフそのものだった。だからこそ、当時の子供たちの心をわしづかみにしたんだぜ。どんな性能があったのかしら？すごく速かったのは覚えてるけど、他にもすごかったのよね？ああ、戦闘機をもしのぐ超音速飛行を可能にするターボシステム、マシンガンやミサイルといった多彩な武装。まさに空飛ぶ要塞だったんだ。あの圧倒的な強さに痺れたもんだぜ。音楽もすごく印象的だったわ。あのヘリコプターの音みたいなイントロから始まるテーマ曲。今でも耳に残ってるもの。シルベスター・リーバイが作曲したテーマ曲だな。勇壮だけどどこか哀愁を感じさせるメロディが、作品の世界観に完璧にマッチしてたんだ。そして、パイロットのストリングフェロー・ホークも忘れちゃいけない。彼はベトナムで行方不明になった兄を探すっていう個人的な目的のために戦う、影のある孤高のヒーローだったんだ。そうそう。人里離れた山荘で、一人でチェロを弾いてる姿がすごく印象的だったわ。だろ？ただ強いだけじゃない。彼の持つ孤独感がドラマに深みを与えていたんだ。最高のメカと、影のあるヒーロー。この組み合わせがたまらなくかっこよかったんだぜ。第4位、アメリカンヒーロー。次は第4位ね。空飛ぶ要塞の次は何が来るのかしら？もっとすごいスーパーマシンとか？いや、次はマシンじゃないんだぜ。空は飛ぶけど、いつも地面に激突してる最高のヒーローだ。第4位は、ドジで間抜けなスーパーマン。アメリカンヒーローだぜ。地面に激突。
スーパーヒーローなのに、どういうこと？こいつが画期的だったのは、主人公が完璧じゃないってことなんだ。平凡な高校教師のラルフが、ある日突然 UFO からスーパーパワースーツをもらうんだが、その直後に一番大事な取扱説明書をなくしちまうんだよ。取扱説明書をなくした。それじゃあ、どうやってスーツの能力を使うの？だから全部手探りなんだ。空を飛ぼうとしても制御できなくて、毎回壁や地面に激突するのがお約束のギャグになってたんだぜ。透視能力を使えば見たいものが見えなかったり、とにかく失敗の連続。でも、そのドジなところが最高に面白くて、応援したくなるヒーローだったんだ。なるほど。完璧じゃないからこそ親しみが湧くのね。あの有名な主題歌も、このドラマだったわよね。そうだぜ。ジョイス・キャベリーが歌った主題歌、Believe It or Not は、全米シングルチャートで2位になるほどの大ヒットを記録したんだ。曲はかっこいいのに、やってることはドタバタっていうギャップも最高だったな。それに、主人公のラルフと、彼を無理やり事件に巻き込む堅物な FBI 捜査官ビルとのコミカルな掛け合いも、このドラマの大きな魅力だったんだぜ。だからこそ、ただのヒーローものじゃない、笑えて心温まる名作として記憶されてるんだ。第3位、新スタートレック。ついにトップ3ね。SF 大作が続いてるけど、次は何が来るのかしら？こいつはただの SF じゃない。SF ドラマの歴史そのものと言っていいぜ。第3位は、伝説を受け継ぎ、新たな宇宙を切り開いた不朽の名作、新スタートレックだ。新スタートレック、あの有名な宇宙大作戦の正当な続編よね。前作もすごかったけど、どこが新しくなったの？まず艦長が全く違うんだ。前作のカーク船長は熱血漢だったけど、新スタートレックの主人公、ジャン・リュック・ピカード艦長は、シェイクスピアを愛する、冷静沈着で理知的なリーダーなんだ。彼の卓越した外交手腕で問題を解決していく姿が、新しい時代のヒーロー像を提示したんだぜ。単なるアクションだけでなく、交渉や倫理的な問いかけを通じて問題解決を図る姿勢が、成熟した SF ドラマとして高く評価されたんだ。戦うだけじゃない、知的なリーダーなのね。クルーも個性的なキャラクターが多かったって聞くわ。その通りだぜ。人間になりたいと願うアンドロイドのデータ照射や、クリンゴン人の防腐とかな。多様性に富んだクルーたちが織りなす深い人間ドラマも大きな魅力だった。そして、このシリーズを語る上で外せないのが、人類を試すかのように現れる高次元生命体、Q や、最強の敵、防具といった脅威の存在だな。防具、名前だけでものすごく強そうな響きね。確かに、彼らの無機質な見た目も相まって、当時の SF 作品の中でも異彩を放っていたわ。ああ、機械と生命が融合した恐るべき集合体でな。我々は防具だ。お前たちを同化する。抵抗は無意味だっていうセリフはあまりにも有名だぜ。彼らとの戦いは、ただのドンパチじゃない。個性や自由とは何かっていう哲学的な問いを私たちに投げかけてくるんだ。だからこそ、新スタートレックは単なる SF アドベンチャーを超えた、知的な傑作として今も世界中で愛されているんだぜ。第2位、特攻野郎 A チーム。いよいよ第2位ね。もう SF じゃない気がするわ。もっとこう、ド派手なアクションが来そう。その通りだぜ。理屈は吹き飛ばして、とにかく見ていてスカッとする最高の奴らの登場だ。第2位は、不可能を可能にする命知らずの傭兵集団。特攻野郎 A チームだ。来たー。特攻野郎 A チーム。無実の罪で軍を追われた元特殊部隊員たちが、正義のために悪と戦う話よね。4人のキャラクターが全員最高だったわ。だよな。葉巻を加えた変装の名人で、奇抜な作戦を立てるリーダーのハンニバル。甘いマスクであらゆる物資を調達してくる2枚目のフェイス。モヒカン頭で天才メカニックの BA バラカス。通称コング。そして、普段は精神病院にいるけど操縦させたら敵なしの天才パイロット。HM マードック。通称クレイジーモンキー。この役割分担が完璧で、見ていて本当に飽きなかったぜ。毎回、ものすごい銃撃戦やカーチェイス、大爆発が起きるのに、
不思議と誰も死なないのよね。悪役もいつも爆発した車から這い出してきて、ちょっとコミカルだったわ。そう、それが A チームの最高にクールなところだぜ。派手だけどカラッとしてて、日曜の夕方に安心して見られるんだ。そして A チームの代名詞といえば、現地での日曜大工だ。廃材やガラクタをその場で溶接して、即席の装甲車や火炎放射器、キャベツを発射する大砲まで作っちまうんだからな。まるで子供の頃に秘密基地を作っていたような、あのワクワク感を毎週テレビの前で味わえたんだぜ。あの DIY 精神には毎週ワクワクさせられたぜ。あったわねー。毎回どんなものができるのか本当に楽しみだったわ。あと忘れちゃいけないのが、コングが極度の飛行機嫌いで、みんなが彼を無理やり乗せるお約束のシーンよね。ああ、怪力のコングを飛行機に乗せるためだけに、ハンニバルたちが毎回知恵を絞るんだ。睡眠薬を入れた牛乳を飲ませたり、後頭部を殴って気絶させたり、毎回あの手この手で気絶させるのが最高のお約束ギャグだったな。強烈な個性と痛快なアクション、そして最高のユーモア。これぞ80年代を代表する、伝説のアクションコメディなんだぜ。第1位、ナイトライダー。とうとう第1位ね。80年代海外ドラマの頂点に立つのは、一体どんな作品なのかしら。ああ、数々の名作があった80年代だが、最高のドリームカーと正義の騎士の物語、こいつを置いて他にないぜ。栄光の第1位は、ナイトライダーだ。やっぱり、ナイトライダー。フロントの赤い光が左右に動くスキャナーが本当にかっこよかったわ。このドラマは、人間じゃなくて車が主役だったわよね。その通りだぜ。人間の言葉を話し、自分で考えて行動する人工知能、キットを搭載したスーパーカー、ナイト2000こそが、このドラマの真の主役だった。ただの乗り物じゃない、最高の相棒だったんだ。ナイト2000といえば、やっぱりあのジャンプよね。ボタン一つで、どんな障害物も飛び越えてしまうんだもの。ああ、車体を大ジャンプさせるターボブーストだな。あれは当時の子供たちみんなが熱狂したぜ。それだけじゃない。どんな銃弾も弾き返す分子結合核っていう特殊装甲もすごかった。さらに、キットは自己修復機能や、マイケルが意識を失った時に自動で運転する機能まで備えていたんだ。まさに無敵のドリームカーだったんだ。あの黒くて流線形のフォルムも最高だったわ。ベースになった車って、なんていう名前だったのかしら？あれはアメリカのスポーツカー。ポンティアックファイヤーバードトランザムだ。このドラマの影響で、日本でもこの漆黒の車は、子供たちの永遠の憧れの的になったんだぜ。日本での人気といえば、やっぱり声優さんの力も大きかったわよね。マイケルとキットの掛け合いが本当に大好きだったわ。まさにその通りだぜ。日本では、佐々木勲さんが吹き替えるマイケルと、野島明夫さんが演じるキットのコンビネーションが、作品の魅力を決定づけたんだ。マイケル、無茶はよしてくださいっていう冷静なキットと、キット、黙ってろ、って返すマイケル。あの軽妙なやりとりこそがナイトライダーの真骨頂だった。80年代の夢とロマンが全て詰まった、まさに伝説のカーアクションドラマなんだぜ。総評またはまとめ。今日のランキング、本当に懐かしくて最高だったわ。ハイテクマシンからドジなヒーローまで、個性豊かなドラマばかりだったわね。ああ、80年代のドラマには、今の時代にも通じる夢とロマン、そして何より遊び心が詰まっていたよな。見てるだけでワクワクしたもんだぜ。さて、今回のランキング、皆さんの心に残る作品は入っていたでしょうか？私はこのドラマが好きだった、あのテーマ曲が忘れられない、など、ぜひコメント欄であなたの思い出の80年代ドラマを教えてくださいね。このチャンネルでは、これからも皆さんの心を熱くするような、昭和の懐かしい映画やドラマをたくさん紹介していくぜ。今回の動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の何よりの励みになるんだぜ。よろしく頼むな。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。